ワールドラバーで大ヒット。リピーターが続出。レシーブが楽しい。究極のチャンスメイクラバー。アポロ5超極薄。ワールドラバーマーケットのグッチーです。本日のゲストはヨーヨー卓球代表兼コーチの川口ヨーヨーコーチです。川口コーチは全日本社会人一般男子シングルスで5位に入る実力者です。日本最上級のペオモテプレイヤーです。東京の東中野と西日暮里に2つの卓球場ヨーヨー卓球がありますが、東中野店をメインに西日暮里でも月に数回レッスンをしています。レッスンの詳細については概要欄をご確認ください。川口コーチはヨーヨー卓球という YouTube チャンネルも運営しています。川口コーチのチャンネルに興味がある方は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは川口コーチが使うおすすめのレシーブ戦術4つを解説していただきます。ペンの裏ソフト、お持ちソフトどちらでも活用できる内容になっています。川口コーチは実際に使用してきた4つのレシーブ戦術を詳しく解説してくれました。例えばレシーブが中途半端になると、お持ちソフトの場合回転が弱くなる傾向があり、3球目攻撃を打ち込まれやすくなります。これは苦手な状況の一例です。適切なレシーブ戦術を用いることでペンホルダーの得意な台上プレーの展開を作り出すことができ、格上選手に対しても勝利の可能性を高めることができます。格上の選手に勝ちたい方や自分の武器を最大限に生かした武器を使いたい方、レシーブがいつも悪くて打たれてしまう方はこの動画は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では川口コーチのレッスンを見ていきましょう。皆さんこんにちは。ヨーヨー卓球の川口ヨーヨーです。今日はですね、レシーブの戦術について説明したいと思います。まず1つ目ですね。自分はペンの裏をつけてるんで、裏面チキータもしくはロングサーブに対して軽くかけてラリーに持っていく。サーブから基本的に不利にレシーブから不利になりがちなんで、せめて五分五分に戻せたらいいかなっていうところで、これよく相手の回転がわからない時に結構使いますね。結構つついてボーンと浮いたりしてる時はそれで持っていくことが多いです。ヨーヨーさんも買います。ヨーヨーさんも買います。次は2つ目の戦術です。表ならではというところで、短いサーブなんですけど、ナックル系でフリックしてやって次をカウンター狙う戦術です。これはやっぱり綺麗な上回転にしてしまうと相手も持ち上げずに軽くカンカンってカウンターされちゃうんで、ちょっとわざとナックル目にします。そしたら相手が早く振ったらボールが早くナックルまで離れるんで、ちょっと持たないとダメなんで、少しグッて持ってくれるんですよね。その分だけ上から叩きやすくなるんで。なので相手が結構横上とか出す時にちょっとナックル系にして叩くっていう戦術を使います。
これ嫌じゃない。これ嫌じゃないですか。分かっててもきつい。次は3つ目の戦術ですね。ストップをして相手に打たせないようにして次に自分が攻撃する戦術です。でこれは昔はストップして必ずフォアで攻撃するっていうのが結構定石だったんですけど、今はストップをして高いボールが来たらフォアで攻撃すると。ストップしてももう一回ストップ来るかもしれないですし、厳しくつつくるかもしれないし、フリック来るかもしれないです。ストップしたら両ハンド待ちにします。両ハンド待ちにしてて、チャンス、相手がちょっと泳いで浮きましたっていう時はフォアに切り替えて、遅くてもボールが遅ければ両ハンドで待っててもフォアでそこから動けるんで、そういった戦術を使います。じゃあ次は、4つ目の戦術です。これはペン表はちょっとあまり使わないことはあるんですけど、裏の選手よく使うんで言っておきますね。つつき、打点が速い押すつつきだったりとか、ちょっと落として切ったつつきをして相手にドライブさせて丁寧にブロックする戦術ですね。でこれはそうですね、やっぱ守備力が高いシェイクの選手などがやった方がいいと。ペンの選手がどうしてもそれやってしまったら体が固まっちゃって攻めれなくなってしまうので、ペンの選手がやるとしたら本当に回転が分かんないとか、あと同じつつきするにしろちょっと逆モーションを取ってつつきするとか、打点ちょっと早めにつつくとか、ちょっと落として逆つくとか、さっき言ったんですけど、ちょっと落として逆つくか打点早めで厳しくつついて一本止めるっていう戦術もあると思います。ただちょっと使う頻度は少し少なくなるかもしれないですね。はい。すいません。はい、頑張れよ。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。